それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人の今のあなたへのお気持ち、恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。はい、では今回は4択占いとなります。よろしくお願いします。早速タロットカードを使ってみていきます。はい、こちらで見ていきます。今回キルト十字で展開しています。お相手の現在の状況、ボイスっていうのはソードを表しています。ソードのクイーンです。今現在考えていること、マテリアルはペンタクルなのでペンタクルページ、潜在意識、インスピレーションはワンドなのでワンドのページ、少し前の過去が同じサインのカード、そしてこちらが現在のお相手の立場、状況っていうところでつられ人のカードです。あなたを表すところにソードの5番のカードです。そしてこちらがお相手の期待や不安、恐れっていうところにスターのカード。近未来の流れとしてはワンドのエース、そしてペンタクルの7番。ポイントになってくるところにエモーションはカップなのでカップの3番のカードです。喧嘩しましたかっていうのがまず一番最初に入ってくる。喧嘩というかギクシャクしていたりとか、そうですね、特にあなたの方がネガティブに捉えているかもしれません。お相手と直接喧嘩ではないんだけど、その例えば恋のライバルといがみ合ってるというか、もう気になるライバルのことが気になって、あの人他に好きな人いるんじゃないとか、私の他にもこの人のこと狙ってる人いるんじゃないのっていう風な不安な気持ちが出てきているかなと思います。あとは負けたくない、ライバルに負けたくないから自分で積極的にアピールしていきたい。そしてライバルの存在、ライバルがあの人と仲良くしてるとモヤモヤしちゃうとか、そういうのがちょっと見えてるかなと思います。ちょっと今ネガティブ寄りなあなたっていう感じがするのと、実際にお相手とちょっと衝突しちゃったっていう方もいるかもしれないですね。お相手のところでつなり人のカードが出てるので、今の状況から打開せずに今ちょっと静かに見つめて状況を整理しようとしていたりとか、忍耐ですね。なのでちょっとギリギリな感じで平行を保っているような感じもします。ギクシャクしているからこそ動けないとか、そういうところがあるのかなとも思いますし、今あの人が考えていることっていうのがやっぱりあなたに対してきちんと話をしていかなきゃいけないなっていうのを思っています。前までちょっと何考えてるかわからないな、この好きな人っていう風にあなたの方で思っていたんじゃないかなと思うんですね。この人のこと信じてるけど、でも何考えてるかわからない、本音を見せてほしいなとか、最近なかなか会えていないな、楽しい時間が持てていないな、だから停滞しているように感じるしネガティブになっちゃう。本当はこの人どうしたいんだろうとか、私は仲良くなりたいんだけどあの人はその気がないのかなっていうところを感じて不安になっちゃうっていうところが入ってきています。この人の中でも考えるところがあったみたいっていうのがありますね。また年下の方っていうのが入ってくるんですが、年齢は一旦置いておいて、この方の中でもまだ芽生えてきたお気持ち、いろんな気持ちがあると思うんですよ。良いこともそうじゃないことも、その状況とかを整理していきながら、自分本当はどうしたいんだっけっていうところをもう一度考えているところです。この方、あなたとの関係性をどうしたいのかっていうところで、課題になってくるところっていうのが今停滞しているよねっていうことなんです。マンネリとまではいかないんだけど、今の関係横ばいだよねっていうのがまず課題点かなと思うんですね。そしてこの人もクールな方だから、あんまり明るさっていうか、自分から気軽にお誘いする軽さ、フットワークの軽さっていうのを持ってないんですよ。聡明でクールで本音をあんまり見せない人、ミステリアスな人っていうイメージが入ってきます。そして美しい人なんですよね。心がすごく美しいんです。だから騙そうとか
ごまかそうとか曖昧な感じにしようっていうわけではないんですよ。ただ慎重にゆっくりと物事を見て、そして動いていきたい。行動力がちょっと欠けるかなっていう感じです。精神性の高さはありますが、行動力がちょっとないっていうか、消極的な方っていうイメージが入ってきます。受け身な感じがしますね。なのでこの人の今の課題点としては、自分からどうアプローチするのかっていうのがまず課題点なのかなと思います。でもすごく真面目な方、誠実な方だから、決してその不真面目な交際をしようとしたりとかはしないですし、軽はずみな行動もしないです。すごく誠実、そして動くと決めたら動くっていう風な実行力のある方、そこにたどり着くまでの、考える道のりっていうのが少し長いかなっていう感じがするので、少しもどかしいっていう風に思うかもしれないんですけど、まずこの人の動きっていうのを待ってみてください。この人が動くように手引きするっていうのもいいかもしれません。今考えてることがペンタクルページなので、まずはゆっくりと、まずはお友達からみたいな感覚なんですね、この人の中で。そして心の声っていうのが逆に情熱を表すバンドのページなので、仲良くなってみたいなとか興味はあるなっていう感じがするんです。興味が出てきた、あなたに対して異性として見始めてきたとか、今交際されている方だったら、交際してもまだそんなに長くないのかなっていう感じはしますが、交際していてこの人もともとミステリアスで本音なかなか言わない人っていう感じです。そこに対してあなたがいろんなこと言いたいんだけど我慢してるところもあるんだよねっていう風に見てるかなと思います。そしてお二人今ちょっとマンネリ化してるので、刺激が欲しいよねってところだと思いますね。お相手の方でもそうしようっていう風に働きかけが出てくると思います。なんか変えていきたいなとかね、仲良くなっていきたい、付き合っていてもあなたのことをもう少し深く知りたいなとかね、そういうことを考えてると思います。片思いの関係なのかなっていう風にこの感じ見て取れるんですけど、お相手でもこれから先こう動きたいなとか楽しいことしたいなっていう風に思いますし、ここペンタクルの7番なので、関係性を改善する、より良いものにしていくためにやっぱりこう考えるんですよね。しばらく、クールな方だなっていう感じがします。じっくりと考えて、その時その時に合わせて動いていくような流れを見せる人、陽気な感じというよりはクールな感じがします。はい、なので一瞬何考えてるんだろうとか、表情から汲み取れるもの、情報量が少ないかもしれないけど、この方の中の気持ち、確かに芽生えていることあると思います。これからもっと仲を深めていきたいなっていう気持ちも出てきているので、はい、あとはこれからどう動いていくのか、この人がどう動いていくのかもそうですし、あなたの方でもどうやって仲を深めていこうかなっていうところなんじゃないかなと思います。この方の不安や恐れのところにスターのカードが出てるので、もっとリアルに体験したいなっていうところがあると思います。ちょっと距離があるというか、物理的な距離とか会える時間が少ない、またはパブリックな関係性、片思いで友達として仲いいんだけどプライベートで一緒になる時がないとか、デートする時があんまりない、遠距離恋愛ですとか、付き合っていてもなかなかデートできませんっていうような距離感を感じるので、そこをもう少しリアルにしたい。例えば SNS で知り合ってこれからリアルで会うんですっていう方もいるかもしれないですね。遠いところから近いものへとしていきたいっていうところです。まだ見えてこなかったものがお互い見えるようにしていきたい。姿、形、声、そして考え方っていうところでもっともっと近づいていきたいっていうところで、この方ポジティブに考えてくれています。はい、でもちょっと分かりづらいかなとは思うんですが、慎重派っていう感じですね。その都度良い方法を見つけて模索しながら動いていく。今必要なのはデートする時間っていう風に出てきています。一緒にいて楽しいねとか、この映画どうだったとか、あの作品どうとか、これ美味しいねとか、そういう何気ない日常の喜び、これが今一番必要かなと思います。何気ない笑いとかお笑い、楽しいこと、喜ばしいこと、感想の一つ一つ、このコミュニケーションが今必要かなと思います。お付き合いしている人も片思いの方も、お付き合いしている人も最近話せていないなとか、距離があってなかなか会えないなとかあるんじゃないかなと思います。だから距離を縮めてもっと会話しようよっていうところがテーマになってくるんじゃないかなと思いました。
はい、ということでこの方のお気持ち見ていきました。あなたを思っている気持ちっていうのは確かにあると思います。で、今現在この人とギクシャクしてるんです、そんな関係ですっていう方は、これから先良い方向に物事が流れていくと思う。そしてこの人はすぐに何とかしようって動きを見せないので、モヤモヤするなってところはあると思うんだけど、確実に動いていきますから、それを落ち着いて待ってみてください。あなたの方からもできることありませんかっていうことで、ルノルマンからもらっていきましょう。この人の中でもそうですね、潜在意識、潜在意識がページのカードで入ってるので、まだあなたのことをよく知らないっていうようなお相手なのかもしれないですね。お付き合いしても日が浅いとか、そうですね、これからもっと知っていきたいっていう気持ちが芽生えています。お付き合い、お友達としての付き合いは長いけど恋人になってないから、恋人としてのお互いをまだ知らないとかね、本音をあまり言わないような、そんな感じかもしれません。はい、あなたがお相手にどんなことをしていけばいいのか、アプローチ方法です。6番、雲のカードです。もやもや抱えないようにしてくださいね。ちょっとやきもちしちゃったりとか、早く来ないかなとかって焦ったりとか、あとはイライラしたりとか、もやもやっとするんです、雲だから。でも雲は一時的なものです。時の流れとか時間経過とか状況が変われば、さっと晴れ間が見えてきたりもします。朝になったり夜になったり、お天気がコロコロ変わりやすいように、気分や気持ちも変わっていくものです。もやもやもやがて晴れるっていう風に捉えて、自分の中で何かモチベが上がるようなことをやってみてください。イライラする時ほど気分転換で体を動かしに行くとか、ジムに通ってみるとか、本を読むとか、違うことをやってみる。お相手のことをあまり考えないようにして違う時間に当てるとか、いろんな方法があると思うので、もやもや解消方法っていうのを見つけておいてください。自分がリラックスできることとか、美味しいものを食べるとか、そういうことでもいいと思います。もやもやする気持ち晴らしてください。晴らせるように自分で働きかけてもいいですし、ストレス解消の方に向けていいですし、やがてこれは晴れるんだっていう風に余裕を持って構えておいてもいいですし、こういうものだよねって、もやもやする時もあるよねっていう風に自分を受け入れてあげると結構楽になったりもするので、このもやもやの解消方法っていうのを考えてみてもいいと思います。そしてやっぱりアプローチですよね。デートのお誘いしてみたり、話しかけてみたり、あなたの方からもできること、刺激、喜び、楽しみっていうのをお相手にアプローチ、働きかけていくと、より2人の関係性はぐっと縮まっていくとか、もっと仲良くなっていけるのかなと思います。デート不足だよねっていう、コミュニケーション不足だよねっていうのが入ってきています。お相手の状況的には、そうですね、つなり人のカードが入っているので、動けないっていうことは今動けない状況があるのかも。それはあなたとギクシャクしていなかったとしたら、この人の中で今停滞している何かがあるんです。仕事溜まってるとか、体調悪いとか、自由に動けないっていうカードなので、自由ではないような状況、その状況があるからなかなかコミュニケーションが取れない。その落ち着かない状況とか停滞している物事が動き出していけば、この人もまたその楽しみとか喜びをあなたと分かち合っていきたいという方向に流れていくので、お相手の状況をよく見てみてください。この人何も忙しくないし、何も止まってないよだとしたら、単純にコミュニケーションが必要なのだと思います。はい、ではあの人のお気持ち見ていったところで、今度は全体的なメッセージ、仲を深めるためにっていうことで、オラクルカードからメッセージもらっています。こちらから見ていきましょう。まずはトランプです。トランプはアクションというカードですね。行動をあなたが起こすのか、そしてお相手が起こすのか、いずれにしてもここアクションが必要だということを教えてきてくれています。ミルキーウェイタロットからは運命の輪のカード、そしてシャドウキャットからはフォローユー、ついていくというカードです。そして主人公として生きるというインスピレーションカードも入っています。人生には流れやタイミングというものがあります。そして今あなたには大きなチャンス、こちらですね、運命の輪、大きなチャンスが巡ってきています。これは変化とチャンス、そして新しいサイクルの始まりを意味しています。
まるで人生という大きな物語の中でページがめくられていくような瞬間。そしてその変化は恋の場面でも同じように起きようとしているのです。あの人の気持ちを感じると、もっと近くにいたい。だけど近づきすぎて壊したくない。そんな繊細で温かい思いが伝わってきます。今はあなたに対して安心感や信頼を抱いているようです。けれど、まだ決定的な一歩を踏み出すには少しだけ時間が必要なのかもしれません。そんな今、あなたにとって一番大切なのは追いかけすぎない優しさです。今、幸運が広がろうとしています。だからこそ無理に追いかけすぎないことが大切になってきます。例えば、相手が困っている時に何も言わずにそっと手を差し伸べる。相手が元気な日には、今日もいい顔してるねと気軽に声をかける。何気ない会話の中で、その考え方素敵だねとさりげなく褒めるなど、そんな風に自然体のままで、でも心はちゃんとそばにいるよという姿勢が、あの人の心をじんわりと温めていきます。さらに今は、あなた自身が自分の人生の主人公として輝くことも求められています。あなたは誰かの後ろに隠れるような存在ではありません。むしろ、あなたの生き方や雰囲気に惹かれてそっとついてくる人がいるくらいなんです。日々の中で自分の喜びを大切にしてみてください。好きな服を着る、美味しいものを食べる、小さな幸せに気づいて声に出してみる。そうしたあなたの満たされた空気感が、あの人にとって大きな魅力として映るのです。今はまだ2人の関係が対等な距離には達していないかもしれません。でもそれは悪いことではありません。誰かに学び、誰かについていく時期も人生には必要だからです。あの人にとってあなたはとても気になる存在。そしてゆっくりとですが、一緒に進んでいけるかもしれないと感じ始めているのです。焦らず、でも誠実に、あなたらしい優しさと笑顔で、今はそっとその人の少し後ろを歩いていきましょう。この運命の輪は回り始めています。そしてそれを動かす力は他の誰でもないあなた自身にあるのです。はい、ということで、今運命の輪が、チャンスがね、回り始めてきています。そして再生というワードもある通り、今ギクシャクしているっていうのに当てはまる方は、再生、仲直りへ向けて物事は動き出していきます。あとはですね、具体的なアクションなども見ていきましょう。ね、アクションっていうカードもありましたから、まずどんなアクションをしていけばいいのかって言ったら、チャンスをつかむことがテーマになってきそうです。ついていくことで見える世界がある。そして変化の波に乗るということが大切になってきそうです。具体的なアクションとしては、あの人の話をよく聞く、学ぼうとする姿勢を見せること。例えば、〇〇さんのやり方すごく参考になりますとか、私も見習いたいななど、尊敬の気持ちを素直に言葉にすること。そして一歩引いて見守る立場を取る。無理に距離を詰めようとせず、応援していますと自然体で寄り添うこと。または相手がやっていることに興味を持つ。 SNS の投稿にリアクションしたり、話題に出てきた本や映画に触れてみて、私も見てみたいというふうに興味を示したり、また感情の共有をすることもおすすめです。これ面白かった、どうですかとか、読んでみませんかとかもポイント。あの人のリズムにそっと寄り添って背中を追いかける姿勢が信頼へとつながっていきます。ぜひそのモヤモヤ解消することと、今こちらのアクションやチャンスっていうワードを今メモしておいて、それをぜひ活かしてみてください。ラッキーナンバーは11、そしてラッキーカラーはこちらの色から取っています。黄色やピンク、青、緑など様々な色が入っています。マーブルの色ですね。マーブルチョコを食べたりとか、ネイルを混ぜてみる、色を混ぜて作り上げてみるとか、お洋服も色が混ざったような柄を取り入れてみるなど、またはこの中であなたがピンときた色を取り入れてみてもいいと思います。様々な色を使ってみてください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。これはムーンサークルズというカードです。つまり月の輪とか月の集いっていうのを表しています。新月や満月の夜に女性たちが集まって語り合う月の会とか、スピリチュアルな集まりというのを意味しています。
このカードの意味は、一人で頑張らなくてもいいよということです。今のあなたに必要なのは、ちゃんと分かってくれる人と心を通わせる時間です。いつも強くあろうとして、つい誰にも頼らず頑張ってしまうあなた。でも、そんな時こそ心を許せる人たちとそっとつながることがあなたを癒してくれます。思い浮かんだ人、家族、友達、仲間に少しだけ勇気を出して、最近こんな気持ちでいるんだと伝えてみてください。弱さを見せるのは恥ずかしいことでも迷惑なことでもありません。むしろ、あなたを大切に思っている人は、あなたから頼られることで喜びを感じるものです。新月や満月の夜に静かに空を見上げながら、あなたにとっての月の仲間と過ごす時間を持てたら、心はふっと軽くなるでしょう。仲間からのサポートを得ましょう。好きなお相手ではなくて、お友達やご家族、あとはネットのつながりなど、あなたのそのコミュニティ、趣味でやっていることとかつながりがあると思います。そのお友達を頼ってみてください。そしてよくアーティストさんとかでもやられているんですが、新月とか満月の時にライブ配信をしたりとかする方、アーティストさんいらっしゃるんですね。あともしかしたら、このあなたのコミュニティの中にも新月満月ぐらいの間にね、集まろうよみたいなことが持ち上がってくるかもしれません。それに参加してみるっていうのもおすすめです。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。今回はあの人の気持ち、恋の近未来ということで見ていきました。1番さん、ラッキーナンバーは11、ラッキーカラーはこの中からピンとくる色です。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人の気持ち、そして恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。では、タロットカードを展開していきます。はい、こちらで見ていきます。カードは全部映っているでしょうか。まずはお相手の今の現状、ペンタクルの10です。マテリアルはペンタクルです。今の考えていること、インスピレーションがワンドなのでワンドの6番、潜在意識、マテリアル、ペンタクルの3番で、少し前の過去、エモーション、カップなのでカップのクイーン、そして今の立ち位置がエンペラーのカードです。あなたを示すところに、ワンドインスピレーション、ワンドのエース、そしてお相手が今不安に思っていることとか期待していることをタワーのカードです。そして恋の近未来はエモーション、カップの9番とマテリアル、ペンタクルの2番、そしてポイントになってくるところにスターのカードです。そうですね、これ両思いだと思います。はい。で、交際間近だと思います。今お付き合いしているよっていう方はもう順調に交際育まれて、仲良く育まれていかれるんじゃないかなと思います。とてもいい関係性なんじゃないかなと思いました。はい、そしてポイントを押さえながらお伝えしていこうと思います。お相手とあなたは同じチームに所属してらっしゃるのかなとも思いますし、その会社が別だとしてもチームが同じ、この輪ができていますよね。なのでコミュニティが一緒、 SNS でよくつながっているとか、あとは家族ぐるみのお付き合いをしていたり、共通の友達が多くていつも仲間で集まっている、そんな関係性です。私、お相手もあなたと長く交際しているような感覚を持っている。なのでとても親しみやすいというふうに感じていたりとか、長くもうお付き合いしているよって方もいると思いますし、まるで家族のように仲良くやってる、そんなイメージを持たれています。出会ったばかりだとしてもあなたに親しみやすさっていうのを感じていると思います。そしてお相手ね、あなたのこと好きなんだと思います。はい、なので両思いだと思います。これから
その今のねお相手の立場っていうのもエンペラー皇帝のカードが出てるので、守りたいとか愛しいあなたっていうのが入ってきます。あなたのために頑張りたいとか、関係性を進めていきたいっていうことで、まだお付き合いしていないっていう方は両思いで付き合うっていう可能性がすごくあります。近い未来カップの9が入っているので、このお相手、自分の願望成就へ向けて進んでいくと思います。考えていることもインスピレーション、ワンドの6番なので、勝利へ向けて、つまりあなたとの恋愛成就へ向けて動かれていくと思います。自分からアプローチしていく。そしてこの内面ですね、心の中の潜在意識っていうのもペンタクル3番なので、あなたと一緒にやっていきたいよねっていう気持ちがある。気持ちだけじゃなくて、あなたと共に時間を過ごしていきたい、共に時を重ねていきたいっていう思いがあります。あなたがすごく優しくて理想的な方っていうのが入ってきていて、多分一目惚れに近かったんじゃないかなっていうぐらい、それぐらいあなたに惹かれているよっていうことですね。そしてあなたの方も燃える情熱っていうのを持っていますから、付き合う、もうその気満々ですっていう風にね、夢中になっています、お相手に。なので両思いだったら嬉しいなっていう気持ちがそのまま実現しそう。ポイントがスターのカード、そしてここ押さえておきたいところですね、タワーのカードが入っています。このタワーっていうのがいろんな意味があるんですけど、その今のその他の周りのカードと合わせて見ていくときに、あなたとお相手、特に何の障害もなく2人の仲が育まれていくとするんだったら、そこは何か障害を乗り越えなきゃいけないとかではないです。2人が恋仲になっていくにつれて、時々喧嘩してしまったりとか、価値観が合わないなってことで衝突することもあるでしょう。それはお付き合いしていたらうまくいく時もあればいかない時もあるように、そのいろんな波があって、その波をお互いうまくね乗り越えていく柔軟性っていうのがとても大事だっていうふうにカードが伝えてきてくれているので、そういう日もあるよねっていうところで、お互いがそこをしっかりと受け止めていく。仲悪くなってしまった時は仲直りするように働きかけていくし、どちらかが崩れたら支えてあげるとか、助け合いだよねっていうことで、2人で一つだよっていうところを強くね教えてきてくれています。だから揺らぐようなことがあっても、何かダメになってしまうとかではなくて、より相手を信頼するための一つのね第一歩なんだっていうふうに受け止めてくださいねっていうふうに入っています。信じる気持ちを忘れずに、揺れることがあっても大丈夫、この人を信じて、必要であれば話し合うスタンス持ってますから、聞けば答えるし、向こうから聞いてきたことをあなたも素直に答えて、話し合ってより良い関係性を構築していけるような相性なので、それでまたお互いがすくすくと仲を育んでいけるような、そんな流れだから、何かがあってもね決して動じない、動じるとは思うんですけど、2人の力で協力して乗り越えていくような、そんな素敵な未来っていうのが出ています。そしてジャンピングでここがボイスソードの4番のカードが出てきていたので、もし気をつけるところで言うのであれば、お休み一時休止のカードです。一旦ストップするようなことがあっても慌てず動揺せず、休みも必要だよねっていうふうに余裕を持って動いてみてください。途中でお相手もしくはあなたの体調が崩れたりするような時は、無理をせず休むこととか、時には休みながらゆっくりと進めていくことっていうのも今回ポイントになってくるかなと思います。あと喧嘩してしまった時は落ち着いてゆっくりと話し合うことっていうのも大切です。かなり気持ちの通い合わせ、共感しやすいとか、趣味が似ているとか、考えていることが似てるなっていうふうに思いやすいようなお二人の相性なので、だから考えていることが伝わりやすいんですね。なのでもし喧嘩してしまってもすぐ仲直りできると思います。そしてルノルマンでもらっていきましょう。あなたが今お相手にできることって何かなっていうことで、少しそのタワーもね気になるところではあるんですけど、失礼しました。ちょっと一回しまっていきます。このタワーの位置がお相手が期待していることや恐れていることなので、恐れとして取っていくのであれば、関係性壊したくないなとか、そこにひびを入るようなことはしたくないな、だから慎重に進めていこう、あなたと一緒にっていうのが入ってるかなと思います。でもこのままいくとお付き合いする可能性が高いんじゃないかなと思いました。いいですね。
お相手にお任せしてもいいんじゃないかなと思います。身を任せてもいいと思いますし、あなたもすごく元気がいい方、明るい方なので、あなたの方からこれ面白いもの見つけたみたいな感じでお相手に共有する、そんな勢いもあると思います。今あなたからお相手にできること、レターのカードです。レターはお手紙、伝えるっていうのがテーマです。何を伝えましょう？お気持ちでしょうか？何か伝えたい情報がある、シェアしたいことがあるっていうことかもしれませんよね。いろんな情報をお相手に伝えてシェアすることもいいと思いますし、私はこう思ってますよってことをお手紙にして送るのもいいでしょう。メールですね。いいと思います。伝えるっていうことを忘れずに行ってください。そしていつもね、ちゃんと確認すること、気持ち通い合わせやすいからきっとこう思ってるだろう、だから大丈夫だろうではなくて、その都度チェックすること、私はこう思ってるけどどうみたいな感じで、両思いになった後も確認し合うことが大切になってきます。では、全体的なメッセージとして仲を深めるためにっていうことでオラクルカードメッセージもらっています。ラッキーナンバーは6番です。シェアっていうカードが出ている通り、共有することっていうのがテーマかなと思います。そしてミルキーウェイタロットからは、こちらがコグマ座です。北極星、浄化と真理、クリア、気づき、明晰、自立、光とあります。この浄化ということは、タワーも浄化の意味を持っているんです。一旦揺らぐようなことがあっても、それは不要なものを削ぎ落として浄化の作業なんだよっていうことなので、もしかしたらこのタワーは浄化っていう意味が強いのかもしれません。揺れることによって気づきを得て、そこでよりクリアになってより良いものへとなっていく、美しいものへとなっていくっていう風に捉えると、気持ちが結構楽になるかもしれません。そしてシャドウキャットのカードは運命の恋ですね。素晴らしい、いいですね。2人が運命の出会いだと、運命の相手だということを教えてきてくれていますね。そしてこちらのカードは、すべての存在が平和でありますように。カラーとしては青色なので、青がラッキーカラーです。ラッキーナンバーとラッキーカラー押さえておいてください。これだからより仲を深めていくためにっていうメッセージもらっていこうと思います。時々人と人との出会いには、言葉では言い表せない不思議な力が働いていることがあります。今回あなたに出たカード、これは運命的なつながりを教えてきてくれています。あの人はあなたに対してただの偶然や一時的な関係ではなく、あなたとはどこか深い部分でつながっている、そう感じているようです。この観覧車が空高く回っているように、自分では止められない感情の流れに身を任せている、そんな印象です。今の2人には安心感や信頼、そして静かな絆がゆっくりと育ち始めています。それは何気ない日常の中で気づくような小さな安心のサインです。例えば、あなたと話すと落ち着くな、なぜか自然に笑顔になれる、そんな心の声があの人の中に芽生えているようです。そして今のあなたに大切なのは分かち合うこと。無理に距離を詰めたり、相手の心をこじ開けようとするのではなく、ちょっとした気持ちや出来事を優しくシェアしていくことです。これですね、おすそ分け。例えば、今日こんなことがあってちょっと嬉しかったとか、最近夜空を見上げるのが好きなんだ、そんな何気ない一言があの人の心の中にじんわりと温かい火を灯していくのです。そしてもう一つ大きなテーマは、こちらの浄化とクリアというカードです。こちらコグマ座のカードですね。こちらです。今はあなた自身の心の中をすっきりと整える時期でもあります。心の中にまだ過去の不安や傷ついた記憶が残っているとしたら、もうこれは手放していいよと自分に優しく伝えてあげてください。あなたが本当の意味で自分自身とつながるとき、その輝きは周りにも伝わって、あの人の心ももっと近づいていくでしょう。そしてどうか忘れないでください。あなたは今見守られ包まれている、そんな穏やかなエネルギー、こちらですね。このエネルギーの中にいます。それは目に見えなくてもしっかりとあなたを支えて導いてくれるものです。焦らず、
誰かとも戦わず、ただ今ある流れに緩やかに身を任せてみてください。この人と出会えてよかった、そう思える日がきっと近づいていきます。今はシンプルな言葉や優しい笑顔を通じて、心と心をシェアしていくことが2人の絆を深めていく最も自然な方法です。あなたが心を開いた分だけ、あの人もまた少しずつその心を見せてくれるでしょう。まるでゆっくりと夜が明けていくように、静かでも確かな変化なのです。ここで具体的なアクションをお伝えします。どうすれば仲を深めていけるのか、それは心でつながることです。テーマは運命に導かれたご縁、安心と共鳴です。具体的なアクションとしては、タイミングを気にしすぎず自然体のあなたで話しかける、今ちょっと思い出してなど偶然を装ってもいいでしょう。また落ち着いた声、文章、笑顔で安心感を与えてみる。あの人の前では焦らず、ゆっくり丁寧に柔らかくがキーワードです。また2人にしかわからない小さな共通点を大切にしましょう。例えば同じコーヒーが好きなんだねなど、特別感をさりげなく作ってみましょう。ポイントは深く考えすぎず、信じて任せて共鳴することです。あの人の心に静かに響いていくアプローチ方法です。ぜひ参考にしてください。はい、では、お選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。このカードはムーンメイビーというカードで、月が語る多分とか直感に委ねてという意味があります。このメイビーっていうのは多分ねとかどうかなという含みのある言葉。このカードでは、あなたはもう答えを知ってるよねという意味です。その答えはもうあなたの中にあります。今あなたが心のどこかで感じていること、それは勘ではありません。ちゃんとあなたの内側で育んできた大切な答えなのです。あの人との関係について、もしかしたら迷いがあるのかもしれません。でも静かに目を閉じて、胸の奥にそっと問いかけてみてください。本当はどうしたい？その時心に浮かぶ感覚は、あなたを間違った方向へは導きません。頭で考えることを少し手放して、心の声を信じてみること。直感とは特別な力ではなく、あなたの魂が日々の中で丁寧に感じ取ってきた知恵のようなものです。ぜひこの直感を生かしてお相手との距離を深めていってください。はい、このムーンメイビーインチュイションというカードからのメッセージも参考にしてください。2番さん、今回ね、お相手と両思い、交際間近という風な並びになっていました。嬉しい結果になっています。ぜひ気持ちをシェアしていくことを続けてみてください。今回はあの人の気持ち、恋の近未来について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあの人の気持ち、恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。では早速あの人のお気持ちをタロットカードで見ていきます。はい、それでは見ていきます。カード、お相手の今のお気持ち、力のカード、そして考えていること、潜在意識にエモーション、カップです。カップのエース、そして心の中、潜在意識がジャスティスのカード、そして少し前の過去がインスピレーション、ワンドの8、そして今のお相手の立場っていうところにエモーション、カップの5番、あなたを表すところにワンドの6番、お相手が恐れていることや期待していることにエンペラーのカード、そして押さえておきたいポイントがアウェイキング、つまりはジャッジメントのカード、そして近未来が
ボイスソードの5番にこちらソードの8番っていうことで、ここを考えてることはエモーションエースなので、あなたのことを好きだと思います。気になってる、少なくとも気になってるし、恋愛対象として見ているし、ときめきを感じてるんです。それは急激な出来事とか急な出会いとか、そう思ったんだっていう風に出てきているんですね。ただし、そのお相手の現在の立場っていうところがカップの5番なので、その自分自身、お相手自身の立場、状況がちょっと気になるなっていう感じがします。そして押さえておきたいポイントとか、お相手の不安、恐れっていうところでエンペラーが出てるので、人物ですねっていう感じが少しするかなと思ったんですね。ボイスの5番も入ってるので、あとこのソードの8番もそうですね。なので、あなたに対して好きな気持ちがあるけれど、例えばこの人物の存在が気になる肯定のカードですね。どうしても自分は誰かに認められなければいけない、じゃないとあなたとの恋愛を進めていけないとか、争いを避けて通れない強敵がいる、お相手の中ではね、そのように感じていたり、またあと揺るがない自信が欲しいっていうことかもしれません。人物ではなくて、自分の中に自信が持ちたい、自信が欲しい、はっきりとした自信が欲しい。だからしっかりと自信持って動いていきたい、責任を持ってあなたと向き合っていきたいと思ってるんだけど、自信がないっていう感じで、エモーションの5番、失うことへの恐れ、恐怖っていうのがあって、今の立場的にあなたと恋愛関係になるのはどうなのかなっていうふうに、ジャスティスのカードが心の中で訴えているんです。それは本当に正しいことなのか、それは平等なのか、公平に判断しているのか、偏りはあるんじゃないかなど、お相手の心の中で眠るところでそれらが訴えかけているんです。それは本当に正しいことなのって。ですが、あなたに対する思いっていうのも、やっぱりこの輝かしいこの勝利を表すワンドの6番が入っているので、あなたと共に歩んでいきたい、このときめきと一緒にね、進めていきたい。だけどっていうところで、やっぱり避けて通れないこの不安定さとか身動きの取れなささっていうのが伺えます。動きたいけど動けないとか、良いお知らせ、それがやってくるまで待たなきゃいけないとか、何かのこの障害とかを感じるんですよね。障害というか、お相手の中の自信のなさかもしれないんですけど、1枚出しましょう。あなたとお相手の間に何かがあるとか、喧嘩したとか、そういうことではなくて、そもそもの話、それどうなんだっけっていうところがお相手の心の中に眠っているみたいなんです。例えば、急展開になりすぎちゃいけないよねとか、一目惚れで突っ走ってはいけないよねかもしれませんし、あとはそうですね、この平等性とか偏りがあるんじゃないかとか、この辺りも見ていても、対立を表すソードの5番に、あと失うこと、損失、あと落ち込みですねを表すカップの5番に、動きが取れない、とらわれの身っていうソードの8番も出てきているので、近未来思った通りに動けないんじゃないかな、自分の中で制約かけるからっていう感じもする、自信がないとか、動かない方がいいのかなとか、そういうことを考えてる間に遠回りしちゃうような感じですね。少しお相手の深掘り1枚出していきましょう。そうですね、ペンタクル6番なので、やっぱりこのバランス、同じバランスで満たされる、これがちゃんと平等性があるのかとか、公平なのかとか、お互い同じスタンスでいられるのかとか、そういうのがお相手の中で気がかりになっているのかなと思います。あとは立場的な問題とか、与えるもの、与えられるもの、役目、役割、立場とか、そのようなことでちょっと気にかかっていることがあるかなと思います。ポイントになってくるのは気づき、目覚めのカードなので、どんな風に自分たちに気づきを与える出来事になるのか、その重要な人物としてこのエンペラーが出てるかもしれないし、人物じゃなくてお相手の自信としてとか安定感として現れてるかもしれません。この不安な環境、状況、気持ちからいかに安定させるのかがポイントですね。このジャスティスも訴えてきています。そうですね、自分たちの今やろうとしていることは、それはその自分たちにとって
どうなのかってことです。世間一般的にはではなくて、自分たちとしてはどうなのか、自分たちの中で美しくそれは循環されているのであれば、そのまま進んでよし。しかしお相手の動きとしてはちょっと止まるような感じですね。動きたいけど動けないとか、ちょっと苦しい、がんじがらめになっちゃう。考えてることは好き、ときめきっていうのを考えていて、寄り添っていきたいとか、あなたとすぐそばにいる、すぐそばにいるんだけど手が届かないような、そんなもどかしい気持ちもあるっていうことで、これがお相手のお気持ちです。どうやったらお相手が動けるようになるのかっていうのをノルマンカードで1枚もらっていくことと、あなたが今お相手にどんなことをしていけばいいのかなっていうヒントになるようなことも続けてもらっていきましょう。まずはお相手、どんな風になったら動けるようになるのか、それがまずこの1枚です。指輪のカードですね。お約束、結婚とか制約、この縛られているっていうね、このソードの8が出てるので、何かに縛られているような感じもします。例えば守らなければいけないルールがあるとか、規約があるとか、その範囲内でなんとかならないかなっていうふうに思ってるかもしれないし、まずはその枠を超えなきゃねって、今自分を縛り付けている制約をそこから乗り越えていかなければあなたにたどり着かないよなっていうふうにお相手が感じている可能性、そしてあなたが今お相手にしてあげられることとか、どうしたら仲を深めていけるのかなっていうことで、アドバイスカード1枚もらっていきましょう。なんでしょうね、こう好きだって思ってるんだけど好きになっちゃいけないって思ってるんでしょうか。あなたからどんな風に働きかけていけばいいのか。クローバーのカードです。毎日の日々を一つ一つ大切にしていってくださいっていう、小さな幸せを大きな幸せへと変えていく、そんなメッセージです。あなたの方からも一言話しかけてみるとか、勇気を少し出して接近してみるなどしてみてください。多分毎日近くにいて顔を合わせるような関係性だと思うんですね。すぐそばにいるよって。だけどなかなか関係性が進んでいかないんだよね。何か大きなチャンスがあればいいなっていうことも感じますし、お相手の方の気持ちですね、感じるので、あなたの方からもぜひ少しこうふっとね、息をかけるかのように話しかけてみるとか、声をかけてみる、そしてアクションを起こしてみるっていうことがいいのかなと思います。そして小さな幸せを重ねていくっていうことなので、毎日あったことを話し合って、そしてお茶をしながら、今日こういうことがあったねとか、これが良かったねとか、いろんなことを積み重ねていくと、2人の中の仲がぐっと縮まっていくんじゃないかなと思いました。ではこちら全体メッセージとして、仲を深めるためにっていうカードをもらっています。見ていきましょう。まずはトランプからは3番シンパシーというカードです。共感ですね。あとは、ミルキーウェイタロットからはタワー、これは神の家と名前が変わっています。神の家、解放、出現、衝撃、典型、祝賀とあって、これは今回で言ったら解放が大きなテーマかなと思います。このお相手が囚われているっていうところで、それは何に囚われているのか、多分この指輪なんですよね。この法則が指輪なので、制約とか自分の中でこう制限かけちゃってるのかもしれません。こうじゃなきゃいけないとか、ジャスティスも出てるので、世間一般的にはこうだから自分たちはこうじゃなきゃいけないのかなとか、何かと比べていたりとかしてるのかもしれないですよね。この世間一般的な枠組みの中から超えていけないとか、様々形があると思うんですよね。あと約束を守らなきゃなっていうことでプレッシャーを感じていたりとかしてるかもしれません。自信がない、動けない、ダメだっていう風に落ち込んでるかもしれませんよね。気づきが必要ですよっていうこと。そしてシャドウキャットのカードからははみ出し物っていうカードで、周りと一緒じゃなくてもいいんだよっていうことなんですよね、このカードは。で、あとはですね、魂の喜びを満たすっていうことで、こちらからラッキーカラーを出しています。ラッキーカラーはこの緑の色です。グリーンをラッキーカラーとして捉えてください。こちらからもメッセージもらっていきましょう。あの人と仲を深めるアプローチ方法です。時に私たちは自分でも気がつかないうちに一人ぼっちだと感じてしまう瞬間があります。
みんなの輪の中に入れない気がしたり、心の奥で私は必要とされていないのではないかとつぶやいてしまったり、でもそれは本当のあなたの姿ではありません。そしてそれを今あなた以上に感じ取っているのがあの人なのです。今回あなたに出たカードはこの神の家です。それはまるで心の奥深くに眠っていた気持ちが光に照らされて目覚める瞬間。そこには衝撃や痛みがあるかもしれませんが、同時にそれを乗り越えた先に新しい世界への扉が開かれる、そう語りかけているのです。あの人も実は心に孤独や寂しさを抱えているようです。あなたと同じように誰かに本当の気持ちを分かってほしいと思っている。だけどそれをうまく言葉にできずに黙って自分を守ってしまうところがあるのかもしれません。今あなたにできる一番のアプローチ方法は共感、シンパシーです。無理しなくていいよ。疲れている時は話さなくてもいいよ。そんな相手を包み込むような優しい一言があの人の心をほっとさせるのです。人は自分を理解しようとしてくれる人に少しずつ心を開いていきます。あなたの中の優しさや思いやりはあの人にとって大きな光となり、まるで暗い夜に差し込む月明かりのようにその心を静かに照らし始めていくでしょう。そしてもう一つ大切なこと、あなた自身が魂の喜びを忘れないことです。誰かの期待に応えようと無理をしたり、自分を押し殺して相手に合わせすぎるとあなたの光が霞んでしまいます。あの人との距離を縮めたいなら、まずはあなたがあなた自身を喜ばせてあげましょう。例えば美味しいコーヒーを飲んでホッとする時間、好きな音楽に包まれて一人で歌う夜、ふと見上げた空が綺麗だった、そんな小さな感動を大切にすること、それがあなたの魂の声を満たすことにつながっています。そしてその満ち足りたあなたのエネルギーは自然と周りに伝わっていき、あの人の心も引き寄せていくのです。今はまだお互いに遠慮したり不安を抱えているかもしれません。でも本当の気持ちは確かにそこにあります。焦らなくても大丈夫。あなたが少しずつ心を開いていき、あの人の気持ちに共感し、そして自分自身の喜びを大切にすることで2人の間に新しい扉が開かれていくでしょう。それはこれまでのステージとは全く違う、心からつながる本当の関係への第一歩です。あの人と仲を深めるための具体的なアクション、これは本音で向き合う姿勢を持つことです。テーマは心の壁の向こうにある真実、そして癒しと解放です。具体的なアクションとしては、最近ちょっと疲れてるなどさりげなく気遣うこと、あの人の孤独感や不安に寄り添う言葉をそっとかけてあげましょう。あとは無理をしないでねと一言添える LINE やメッセージを送る。長文じゃなくても大丈夫。温かくて短い言葉が効果的です。また自分の好きなこと、楽しいことをお相手にシェアしてみる。私最近〇〇にハマってるんだなど、ポジティブなエネルギーを共有してお相手の心を軽くしていきましょう。ポイントはあの人の辛さや閉じた心に優しく寄り添い、大丈夫だよと示すあなたの存在が光になるということです。ぜひこれらのアプローチ方法を試してみてください。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきます。これはムーンライズといって月の出、月が昇る時という意味です。これは月が地平線から昇る瞬間のことを表しています。夜明けの象徴的な意味合いを持ち、浄化や再出発のイメージが込められています。これも浄化というワードがありましたね。このカードからのメッセージは、夜明け前、あなたはもう癒され始めているということです。あなたはよく頑張ってきました。苦しかった日々も誰にも見せなかった涙も、すべてはあなたが前に進むために通ってきた道です。けれど今、夜は明け始めています。まだ心に残っている過去の重さをそっと手放すタイミング、悲しみ、怒り、寂しさ、それらすべての感情に優しくありがとうと伝えて光の中へ送り出してあげましょう。静かな夜、月の光に身を任せ、もう大丈夫だよと自分に語りかけてください。過去を癒したあなたは新しい希望とともにまっさらな朝を迎えることができます。
はい、このクレンジング、浄化という作業を行ってみてください。浄化のワークおすすめです。今回はあの人の気持ち、そして仲を深めるためにということでカードからのメッセージをいただいていきました。3番さん、ラッキーナンバーは3、そしてラッキーカラーは緑です。そしてシンパシーっていうワードも出てきました。ぜひこちらを参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはあの人の気持ち、恋の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。今回は4択占いとなります。4番をお選びいただいた方は Go for it というカードです。早速あの人の気持ちをタロットで見ていきます。はい、それでは見ていきます。あの人の現在のお気持ち、エモーション、カップの4番です。今考えていること、潜在意識のところはエモーション、これもカップ、ミューズ、キングです。カップのキング。そして内面、潜在意識ではラバーズです。そして少し前の過去がボイス、ソードのナイト。そしてこちら現在の立場っていうところでハーミット。あなたを表すところにインスピレーション、ワンドの7番ですね。そしてお相手から期待していること、恐れていることに力のカード。そしてこちら近未来の流れがインスピレーション、ワンドのページとこちら司祭のカードです。そしてポイント押さえておきたいところにボイス、ソードの7番のカードが入っています。はい、こちらで見ていきます。カードはすべて見えているでしょうか。そうですね、こちらから見ていきましょう。まず一言で言えば、お相手はあなたと恋愛関係になりたいということがはっきりと出てきています。今の関係性じゃ満足いかないので何とかしたいっていうところです。そしてただしこの状況とか近未来の流れを見ていくと、なかなか思っていてもそのようにね、素直に動けていけない。素直にというか、この人が意固地なわけではなくて、状況的に切り開いていくのが簡単ではないなっていうふうに思っていらっしゃるんじゃないかなということです。ただ果敢にチャレンジしていくっていうことなので、あなたに対して恋愛感情ありますよっていうことを表に出して見せたりとか、お誘いしたりとかっていうことはすると思います。ただその立場的な違いだったりとかもするのかなと思います。誰かの協力を得たいところではあるんだけど、一人で何とかしなきゃなとか、内に秘めて、恋心を内に秘めて誰にも言えず言わず言えずっていうところで進めていくような恋なのかなとも思います。うすうすあなたもお相手のお気持ちを感じているかもしれませんし、お相手があなたの気持ちを感じ取っている場合もあります。だから進めていきたい。できれば寄り添っていきたいし、ずっと長くお付き合いしていきたい。固く結ばれたいっていう気持ちはあるんだけど、どうしようかっていうことで、ちょっと悩んでるところに対して補足もらっていこうと思います。お相手の中で見えない敵と戦うとか、一人で何とかしなきゃとか、そういう気持ちっていうのが伝わってくるんですよね。あとは誰かに噂になったらどうしようだったりとか、噂になって自分は困らないけどあなたが困っちゃうんじゃないかなとか、そういうことも気にしてる。お相手が気にかけていることは指輪のカード、約束とか、あとはもうこれ約束、指輪っていうことはこの規約があるっていうことですよね。この枠からは出られないっていうことで、立場だったり役職だったりとか、お互いの関係性っていうところを恋愛関係に変えていくのが少し難しいネックになってるかなと思います。でもここね、ワンドのページが入ってるので、挑戦しようっていう気持ちはあるんですよ。それをなんとか乗り越えようっていう風に考えたりとか、
策を練ったりとか、一人でいろいろ考えてる感じなので、その考えてる時は表に出さないかもしれないです。今いろいろ考えてあなたをデートに誘おうと思ってるんだよねっていうことはちらつかせないと思います。そうですね、自分でひっそりと考えて、考えがまとまってどんな作戦に出たらいいんだろうっていうのが分かってから動くとかかもしれないです。誰にも相談できないっていうようなお相手の状況も感じられるので、一人でね考えてるっていうのもあるので、お互いがお互いを思い合っているんだけど表に出せないとかっていう感じもします。ただし、あなたはお相手のこと好きだし諦めきれないって思いがある。で、お相手もあなたに対して優しい気持ちを出していくので、だって恋人になりたいからっていうのがあるので、今これがお付き合いしてる関係性だとしたら、やっぱりこのお付き合いね、順調に育んでいきたいっていうお相手のお気持ちがあるし、自分で積極的にアプローチしたいってことです。お付き合いしてる関係だったら指輪のカードが出てるので、結婚っていうことに関して決めていきたいなっていう気持ちがある。例えばご両親にご挨拶しに行きたいっていうのを考えていたりとか、誰かに認めてほしいってことをお相手は考えてるし、まだまだ自分は未熟な点があるけど、それでもあなたと一緒に添い遂げていきたいんですっていう思いが込められています。片思いの関係性だとしたら、お相手がやっぱりネックになっているところはこの結婚とか約束とか制約とか、そういうところですね。でプラス司祭のカードが入っているので、誰かとの約束を破ってはいけないっていうふうに自分で考えていたりとか、ポイントもソードの7番なので、自分一人で動いてしまうような癖がこの人にはあるかもしれません。あとは嘘やごまかしがないように自分でしっかりと誠実に向き合う必要があるっていうふうに考えているとかかもしれませんね。近未来見ていくと司祭のカードも入っているので、誰かと交えてのお食事とかお付き合いっていうのはあると思います。グループ交際があると思うんですけど、恋愛関係にすぐ発展するかどうかっていうのは、この制約が何を示しているのかにもよると思います。人によって違うと思いますので、今のあなたとお相手の状況を照らし合わせてみて、そして見ていっていただきたいんですが、お相手の恐れ不安期待っていうところも力のカードなので、果たしてこの制約を乗り越えていけるだろうかとか、乗り越えて2人で一緒になっていけるのかなっていう気持ちとしてはあるんですよ。カップのキングにラバーズのカード、コミュニケーションを交わしていきたい、人としてプライベートな仲になっていきたい、異性として恋愛対象として踏み込んでいきたいっていう気持ちがあって、何度かアタックしているあなたに対して向かっていってるんだけど、どうしてもこの制約だったり周りの人っていうのがあって考え込んじゃうんですっていうのがありますね。でもこれからも何度もチャレンジしていくっていうカードが出ているので、何度かお誘いがあると思います。2人きりじゃなくて最初はみんなでみたいな感じになるかもしれないんですけど、そこにぜひ乗ってみてください。あなたもお相手を諦められないから、自分の中でも何とかしたいっていう気持ちがあると思うんですね。じゃああなたはどういうことしていけばいいのかなっていうのをオラクルが失礼しましたルノルマンからもらっていきましょう。はい、このカードです。棺のカードです。何か終わりにしませんかっていうのが入ってきました。今これでピンとくる方もいるかもしれません。棺終了を表していることと、あとこのバンドの7番から見えてくるのが本音をちゃんと言うこと。このポイントになっているのもソードの7番のカードなので、変化に対してきちんと誠実に向き合えているかどうか、あなた自身が、そしてお相手もそうなんですけど、隠し事をしたりとか本音を見せられない、恥ずかしい、その恋心を見せるのが恥ずかしくてついつい隠しちゃうんですだとしたら、それはしっかりと開いていかなきゃ、心を開いていかなきゃいけないよねっていうところかもしれません。なぜだったらお相手の方ではもうすでにアプローチしてますよっていうのがね、主張として入ってきてるからです。アプローチはしてるんだけど、この制約もあるからちょっといろんなこと考えなきゃなっていうのがお相手のところ。そしてあなたのところでも考えなきゃいけないところがあるんじゃないかなと思いました。次のステージに行くためには自分の殻を打ち破るとか、棺から出てくる
隠れていないで出てくるみたいな感じで、はっきりとさせる、堂々とするとか、何か示すものを示すなど、そういうことがキーワードになって入ってきます。また噂話に惑わされずに自分の本心本音に従って動いていくことが大事です。何を終わらせていくのか、あなたの中に終了っていうワードが入ってきました。これをあとはきっぱりと決断するとか、はっきりさせるっていうことがキーワードです。これをテーマとして動いていかれると、お相手と仲が深まっていくと思います。何かをはっきりするとか終了させるっていうのがキーワードです。そして諦めずに取り組んでいくこと、ワンドの7番、粘り強く取り組んでいく。そうすると結果が見えてくるだろうというような結果になりました。では仲を深めていくためにということで、全体的なアドバイスとしてオラクルカードを出していますから見ていきましょう。まずはラッキーナンバーです。トランプからはエモーションズという1という数字が入っています。1のつく日を参考にしてください。そしてミルキーウェイタロットからは太陽のカードです。統合、愛、成功、発展、パートナー、喜びとあります。いいですね。成功だから成功を信じて、そして統合ですね。パートナーとしての2人が結びつく、それを信じてほしいということ。多分障害だったり、あとは乗り越えなければいけないこととか、終わらせなきゃいけない、向き合わなきゃいけないことっていうのがあると思うんですが、2人の気持ちを信じて進んでみてください。そしてシャドウキャットのカードからはシビアな世界とあります。現実はもしかしたらシビア、厳しいっていう風に感じるかもしれません。そしてシンクロニシティのワードも入ってきています。ここからラッキーカラーを出しているんですが、ラッキーカラー今回オレンジで取っていきます。オレンジ色またはゴールドのアクセントを取り入れてみてください。そしてこちらからメッセージもらっていきます。あの人と仲を深めるアプローチ方法ということで、タイミングとは不思議なものです。言葉をかけたい、近づきたいと思っても、なぜか今じゃないような気がして立ち止まってしまうことがあります。でももしそれが偶然でなく意味のある必然だとしたら、今回あなたに出たのはこの太陽のカードです。それは暗闇を抜けた先の希望の光を象徴するカード。あの人との関係も今ちょうどその夜明け前にいるのかもしれません。つまり心の中にまだ小さな迷いがあって、関わりたいけどどう動いていいのかわからない、そんな揺れる感情の中にいるということです。そしてもう一つ見えてくるのがシビアな世界にいる子猫たちの姿。これはまさにあの人が今抱えている現実的な事情や葛藤を表しています。やりたいことはあるけど全部はできない、気になる人がいるけど今は心の余裕がない、そんな風に感情と現実の狭間で揺れているのがあの人。ここで大切なのは共感よりも見守る姿勢です。手を差し伸べたくても今は引く勇気が優しさになるとき、無理しないでね、いつでも味方だよ、そんな風に明るくて温かい言葉を短く優しく伝えること、まるで太陽のようにあの人の心をそっと照らす光になることが仲を深める一番の近道です。そしてもう一つ知っておいてほしいのが、今あなたとあの人の間で起きていることは偶然ではないということ。このシンクロニシティのカードは全ての出会いや出来事が意味ある一致の中にあるというサインです。ふとした瞬間に目が合う、偶然メッセージが届く、タイミングがピタッと合うことが続く、それはあの人との心の波が少しずつ合ってきている証拠です。焦らずに流れに身を任せてみてください。あなたが感情の波に飲み込まれず、自分のリズムを大切にして生きているとき、自然とあの人との距離は近づいていきます。関係を深めるコツは頑張りすぎないこと、全部をやろうとはせずに今できることを無理なく丁寧にすることです。それがあの人の心に一番届くアプローチになります。あなたが太陽のように自分らしく明るくいることがあの人の光になる。それがこの恋を育んでいく最も大切な鍵となるでしょう。具体的なアクション、タイミングを大切にしましょう。テーマは感情と現実のバランス、そして明るさとシンクロです。具体的なアクションとしては、何か手伝えることあると軽く声をかけること。
できることだけ手を貸す姿勢が気遣い上手な印象を与えます。今のままで十分だよとあの人の頑張りを肯定する。プレッシャーを与えずに今のあなたでいいよという安心感を届けてみる。また日常の小さな出来事や気づきをシェアする。今日すごく綺麗な夕日だったよなど、同じ時間を共有しているような会話を意識してみましょう。ポイントとしては、あの人の頑張っている現実と心の揺れを理解した上で、そっとタイミングを合わせることが心の距離をぐっと縮めていきます。少し高度なテクニックかもしれませんが、最もシンプルなのはあなたが明るく笑顔でいることですね。そして楽しいこと、美味しいこと、嬉しいことをそのまま素直に表現すること、これが一番シンプルな方法です。で、加えてここにちょっと上級テクニックが入ってきていました。ぜひこちらも参考にしてください。では、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。Reach for the moon。これは月に手を伸ばすとか、さらなる高みを目指すという意味があります。これは限界を超えて挑戦するとか、理想を高く掲げるという前向きな意味です。その思い届かないわけがないよね。もしあの人との距離が縮まるかどうか不安を感じているとしたら、このカードがそっと背中を押しています。やってみよう、伝えてみよう。その気持ちがあるなら、もうそれだけで十分です。あなたにはその一歩を踏み出す力がちゃんとある。少しだけ勇気を出してみれば、あとは運が流れを運んでくれます。たとえすぐに結果が見えなくても、それはあなたが人として、魂として成長している証。夢中で進んでいくその先に、あなたが望んだ未来がちゃんと待っています。だから大丈夫。自分を信じて一歩前へ進んでみましょう。この月のように、あなたは美しく輝く存在です。というメッセージです。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。月に手を伸ばし、理想に手を掲げる。その思い届かないわけないよねというメッセージでした。今回はあの人のお気持ち、2人の恋の近未来について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。あの人のお気持ち、2人の恋の近未来として約3ヶ月以内の恋の近未来について見ていきました。そして今回は4択占いとなります。どの選択肢をお選びいただいたでしょうか。それぞれの月のメッセージお受け取りください。では今回は共通メッセージをいただいていきます。今のあなたに必要なメッセージとしてお受け取りください。1番の選択肢はサポート、2番はインチュイション、3番はクレンジング、そして4番は Go for it です。はい、では1枚見ていきましょう。このカードから共通メッセージをいただいていきます。はい、36番、こちらはクロスのカードです。このルノルマンのクロスは一般的に試練や困難を象徴するカードです。ですが、ポジティブな側面もあります。例えば、魂の成長や運命を示し、人生の重要な転機や使命を果たすことを意味する場合もあります。精神的な強さや忍耐力を養う機会を表しています。困難を乗り越えた先にある成功や達成感を感じていきましょう。これが今回の共通メッセージです。試練を乗り越えることで得られる深い学び、そして運命に導かれるような大切な出来事が訪れる可能性があります。あなたのこれからの動き、言動にもこのようなテーマを取り入れて意識してみてください。また、運命とか、あとは試練を乗り越えてさらに強くなる、そのような意味が入っているので、今のご自身の課題に対して乗り越えられるんだっていうふうに前向きに捉えてみてください。はい、そしてあと決して過去は振り返らずに未来を向いて歩んでいく。ネガティブなことに足をとらわれずにポジティブな願いを描きながら歩いていくんだっていう思いでいてください。こちら共通メッセージでお届けしていきました。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちらでした。